はい、それではガンノートをスタートしていきたいと思います。今日のゲストは中村さんです。よろしくお願いします。はい、中村です。よろしくお願いいたします。はい、中村さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。自己紹介とガンノートの紹介といたしましてですね、まず私、岸田と申しまして、25歳と27歳の時に肺細胞腫瘍という珍しい癌になりました。その経験から、今ですね、ガンノートの代表理事をしているんですけれども、そのガンノートというのがですね、がん経験者のインタビューをユーモアを交えながらお話を聞いていくという形になります。暗くなりすぎずといったところでですね、ただ、医療情報に関しては医療者の方がね、詳しいと教えてくださると思うんですけれども、それ以外の生活の情報、家族や友人、学校や仕事、お金や恋愛、結婚、育児など、そういったところにフォーカスしてお届けできたらなということを思っています。はい。そんな中でゲストですね。今回のゲストは、はい、中村さんです。はい、よろしくお願いいたします。中村と申します。改めて中村さんです。中村さん、はい。天才中村スペシャルという。はい、クレジットを入れていただきありがとうございます。実は私は天才中村スペシャルです。これなんだろうと思うかもしれませんけど、これ名前なんです、私の。天才中村スペシャルっていうのが、言ってみれば芸名みたいなもので、僕、もともと役者をやっておりまして、で、ずっと長いこと役者をやっていたんですが、ある時その役者活動をやりながら、独学で絵を描き始めましてですね。で、絵を描く時のアーティストネームとして、天才中村スペシャルっていう名前をある時から名乗るようになりまして、で、その後また役者活動をやるようになったんですけれども、その後はずっとこの、天才中村スペシャルという、もうちょっともうふざけた名前で、これで、役者をやったり、絵を描いたり、舞台の演出したり、そういった活動をしております。よろしくお願いいたします。お願いします。すいません、変な名前で。いや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 、本当に。アーティストのところが来てるんですね。はい、はい。はい。そんな中村さんなんですけれどもね、変な名前とかは全然そんなこと思ってても言えないので全然大丈夫です。もうね、この名前がもうね、ある程度ね、定着しちゃってる部分もあるんで、もう変えるに変えらんなくてね、いやいや、全然いいと思います。本当にすいません。はい。はい。はい。で、そして中村さんは東京のご出身で、今東京の在住で、はい、57歳。家族がなしと。家族がね、これがまた悲しい話でね、あんまりこれ詳しく言えないんだけど、数年前に嫁さんが家出てっちゃって、で、他に頼れる、親戚、兄弟もいなくて、で、つい先日、1年前かな、母が亡くなって、でも頼れる身内もいなくて、今、本当に一人なんで、嫁募集してます。誰か来てください。って感じです。皆さん、ありがとうございます。めちゃくちゃ詳しくいただいてありがとうございます。はい。そしてお仕事が、先ほどのありました俳優やアーティスト、そして演出家もされているということで、はい。これもね、また後でも詳しくお伺いします。趣味が読書なんですけど、なんか、おすすめの本とかなんかありますか？僕ね、割とね、今売れてるベストセラーとかというよりも割とちょっと古い日本の文学が好きで、それこそ江戸川乱歩とか、坂口安吾とか、芥川も好きだし、太宰治とか、なんか辺の日本文学が割と好きで好んで読んだりしていますかね。そうなんですね。はい。そんな、中村さんなんですけど、咽頭がんのステージが4。そうですね。そして告知が52歳の時、今から5年ぐらい前。そうですね。今57歳だからそうですね。5年前になりますかね。はい。で、治療は手術をされていて、経過観察中という形です。中村さんもね、様々な闘病のご経験ありますので、それをね、またお伺いをしていこうかなと思うんですけれども、このガンノートですね、この個人の経験談を、お伺いをしていきますので、いろんな様々な治療出てきますけど、その特定の治療を推奨しているわけではなく、詳細はね、皆さんの主治医の方に聞いてもらえたらと思っております。で、こちら、経過や感情の浮き沈みなどグラフで表しておりますので、こちらを参照にしてもらえたらと思います。といったところで、はい。こちら。はい。中村さんのですね、グラフを書かせていただいたんですけど、結構、ね。なんか波が激しいですね、結構ね。激しい感じでね、いろいろありますよね。はい。そんな波が激しいんですけど、ちょっと一個だけ、気になったんで聞いてもいいですか？中村さん、キティちゃんの今日来ていただいてる。
もうね、還暦近いおじさんがね、いいんでしょうか、こんな、キティちゃん。僕でキティちゃんっていうよりね、なんか、ちょっと全然関係ない話だけど、富江っていう漫画が今ちょっとマイブームで来てて、富江、伊藤淳二さんの。で、これね、富江とね、キティちゃんのコラボ T シャツっていうのがね、限定で売っててね、今日、せっかくこの配信番組出るからっていうんで、一丁羅で来たわけですよ。おー、そうなんですね。わざわざありがとうございます。すいません、こんな、もう。いや、すごく、キティちゃんめちゃくちゃいるなと思ってちょっと気になったね。そうなんです。はい、そういうことです。はい。中村さんの、ペーシェントジャーニー、一つ目をお伺いしていきます。それが一つ目がこちら。はい。妻が出ていくという。いきなりもうなんか、すごいとこから始まりましたね。はい。これが先ほどおっしゃっていただいたね。もうちょっとあんまりこうね、相手もいることだから詳しくは言いませんけども、まあ、嫁さんと二人暮らしだったんだけども、まあ出てっちゃって。はい。ちょっと、それですごく。っていう時に、ね。はい。という時に、こちら。そうです。はい。喉の違和感で耳鼻科へ。はい。どんな喉の痛みだった？いや、本当にね、最初はちょっとした違和感、なんか、痰が絡むというか、喉に痰が絡んで、こう、膜が張ってるみたいな状態がちょっと続いて、で、本当に軽い気持ちで、家の近くの耳鼻咽喉科に行きました。はい。そこではどういう診断だったんですか？そしたら、もうすぐに紹介状書いてくれて、ここの大学病院へ行けと言われて、で、行きましたね、大学病院に。はい。そっか。この時なんかあれですか、咳とかするとかっていうよりはなんかゴロゴロするなとか。そうですね。なんか喉にちょっとなんか違和感があるなぐらいな、本当に軽い気持ちで行ったら、まさか。で、大学病院に行けと言われて、そして大学病院に行きます。はい。そしたら眼告地までっていうことで、これはもう。はい、ここでね、ステージ3の下咽頭がんだと。で、まあ、いろいろ治療法を説明されたんだけれども、喉を全摘出しないと、もう助からないと言われて、全摘出だからもう当然声も失うことになりますよ。声帯も含めて全部取っちゃわないとダメだという告知をされて、なんかもう本当にもう、なんか実感がなくて、なんか、何を言っているんだこの人はみたいな感じで、言われた当時はもうぼーっとなっちゃって、本当にこれが我が身に起きていることなのかっていう、もう信じられませんでした、本当に。その下咽頭がんだと、あれですか、まあ、できる場所にもよると思うんですけど、声帯も取らないといけない。ダメだと言われましたね。まあ、いろいろ抗がん剤だとか化学療法だとあるけども、まあ、一番いいのは全部取っちゃうことだと。じゃあ、それぐらいちょっと広がってたっていうか、そうですね。場所が。だから本当にね、下咽頭がんってないんですよ、自覚症状が。もうちょっとした違和感があって、もう耳鼻科に行こうかなぐらいの時にはもうそこまでひどくなってたっていう、本当にびっくりしました。ステージ3ってことはどこかにも、ちょっと、なんかあったのね、それは後ほどわかるんだけども、その当時は特に転移とかは言われず、ステージ3。で、僕もね、全然その癌に対して知識がなかったから、ステージ3って言われて、ステージ4、5、6、7、8、9、10、10ぐらいまであるうちの3段階かなと思って、大したことねえんだろうなと思ったら、ステージって4がマックスって聞いて、もうそれぐらいその癌に知識もなんもないくて、じゃあ3ってちょっとやばいんじゃないか。3ってやばいんだと思って、本当に。そこで告知受けられていきますけれども、だからね、そんな中で、次こちら。はい。セカンドオピニオンに行かれて、行きましたね。で、さすがに、その喉全摘出って、で、だってその当時は、ステージ3言われても、普通に喋れてるんですよ。声出てるんですよ。なんでこれで喉、声全部取っちゃわなきゃいけないんだって思って、さすがにそりゃねえだろうと思って、別のちょっと大学病院にセカンドオピニオンという形で行ったんですよ。そしたらもっといい話が聞けるかなと思ったら、なんと、ステージ3じゃないです。あなた、ステージ4ですって言われて、っていうのは、その喉だけじゃなくてリンパにも転移していると。ステージ4だと。で、その治療法としては、全く同じこと言われまして。まあいろいろ治療法あるけども、喉を全部全摘出、声帯も含めて取っちゃうのが一番最善の方法であると。で、もうさすがにもうそこでもう愕然として、でももうその2つの大学病院で同じこと言われたから、もうこれはもう覚悟するしかないと。もう命には変えられないと。で、
喉を全摘出する、もう、要するに声帯も失ってしまう覚悟を決めたんですよ。一度決めたんですよ。で、いろんなその普通の普段生活している状況でこういう時もう声が出ないんだなとかいろんなことを想像しながら、まあ今後はこういう生活になるんだ、声出ないんだみたいなことをずっと想像しながら、まあ喉全摘出手術に向けて、まあちょっと頑張ろうと思っていたんだけれども、でもやっぱりさすがにやっぱり嫌だなっていう思いがどっかにあって、で、こうだんだん日が経つにつれて、やっぱり全部取っちゃうの嫌だ、声は失いたくないという思いが、日に日にやっぱり出てきちゃうんですよ。で、もうダメ元で、最後の最後に、もう時間的猶予もないし、最後にダメ元で、もうサードオピニオンで、まあ、築地にある某大きながん専門の病院に行ったわけですよ。で、ここでまた同じこと言われたらもうしょうがないと。で、行きました。はい。それがこちらですね。はい、そうです。サードオピニオンへというところで。はい。これは結構、上がっているっていうことは、なんか中村さんにとってのいい出来事だったんですかね。そうです、そうです。そこで本当にたまたまその病院の統計科の一番偉い先生が見てくださって、まあ、もちろんその2つの病院で言われた通りだと。あなた喉を全部取っちゃうのが、一番、それは最善の方法である。けれども、まああなたがこうやってサードオピニオンまで来てね、そこまでして、声を残したいというのであれば、なんとかしましょうと。その先生が言ってくださって、で、ちょうどあなた運がいいことに、年末に、一個手術の枠が空いたと、キャンセルが入ったので、で、年末に手術できるから、まあなんとかしましょう、みたいに言ってくださって、で、ただ、もちろん結構それは無理やりなやり方なんですよ。もちろん全部取っちゃうのがいいところを、声帯だけ残してっていう手術は非常に強引な手術で、だからもちろんそれは再発のリスクも高いし、声を残せても、まあ例えば飲食とかそういうものに支障が出たりする可能性はあるみたいなことは言われましたし、まあもちろんその時にちょっと舞台で役者やってるみたいな話もしたんだけども、声が出るようになっても、今までみたいな長台詞を言えるかどうかは保証できないみたいなことも言われたし、だけどもまあ僕はその先生に、いやお願いしますって言って、そこで手術を受けることにしました。はい。そうなんですね。で、その手術っていうのはこちら。はい。はい。頸部を切除されていくのと、超移植って書いてあるんですけど。そうなんです。だから要するにまず喉の声帯だけ残して腫瘍がある喉をざっくり取って、で、このリンパにも転移してたんで、リンパも切って、で、その喉をざっくり取っちゃったわけだから、これ何もなくなっちゃうので、そこに、自分の腸を切って、腸を移植して、喉を再建するという、本当になんか、すごいな、医学って思ったんですけど、まあ、12時間の大手術をしまして、で、しばらく ICU で、過ごしましたね。はい、すごい手術ですね。すごいですよね。腸を、我ながらなんか、腸を移植するってどういうことなの？どういうこと？腸でも大腸なんですか？小腸なんですか？どっちだったかな？小腸だったかな？で、なんかね、ずーっと ICU にね、いるんですけれども、移植した腸がね、なんか、うまく適合しない場合とかがあるらしいんですよ。腐っちゃって。っていうんで、手術してしばらくは、こっからね、腸がビローンって外に出てて、先生が定期的に見に行くんですよ。で、大丈夫です。元気ですね。息がいいですね。で、本当にね、で、最終的に、もう大丈夫だって言うと、そこ、チュキンって切っちゃうんだけれども、それまでは首から腸が出てて、で、僕はもちろんICU にいるから、寝たきりで自分では見れないんだけれども、なんか先生が鏡持ってきて、見ますかとか言うんですよ。で、絶対見たくないって言って、それ見なかったけども、もうしばらくはなんか腸がね、ここから出てたり、こんな状態で。だから僕は今、腸で喋ったり、物食ったり
してるんですよ。へえ。なんかね、すごい話ですすごい。ね。じゃあ、適合はしたんですね。うんそのそうです。ね。はい。そんな、手術、大手術した後ですね、ちょっとまた上がっていますが、それがこちら、退院できたと。退院できたと。うん。どれぐらい入院してたんですか？1ヶ月にもなんないけど、まあ1ヶ月近く。で、ちょうどね、年末からお正月にかけて年越しで、年をまたいで入院してて、うん。で、とにかくね、その ICU に1週間か2週間ぐらいいたんだけど、もうその時は本当にきつくて、うん。で、まあ、やっと一般病棟に戻れてからは、本当にね、もう、なんていうか、もう向こう、上がりましたよ。ね、退院してね。まずなんか初めにやったこととかあるんですか？退院して、僕、そう、だから、絵を描いててね、ちょっと今日持ってきたんだけども、本当にね、ICU がね、死ぬほどきつかったんだけれども、僕これ、だから1月に退院して、2021年、こんな絵の中にこんなにでっかく日付書くのも普通いないんだけど、2021年1月15日って書いてあるんですけど、はい、これ僕がね、このね、ICU にいた時にね、一番優しくしてくれたね、看護師さんでね、本当にもうきつくてね、もう、やったらもう、物投げつけたりとか、するぐらいもう、僕もちょっともうおかしくなっちゃってて、で、いろんな看護師さんいるんだけれども、まあちょっとある優しい看護師さんがいて、もう、年齢で言ったら僕よりも20も30も下の、もう20代の若い看護師さんなんだけども、その看護師さんの前でもう、この50代のおじさんがもう僕、もう涙流してボロボロ泣いちゃって、で、当時、声も出なかったから全部筆談なんだけども、看護師さんってその日によって違うから、僕は筆談で、毎日、まず、あなたお名前なんて言うんですかって言ったら、私何々です。毎日、何々さんがいいです。あなたがいいですって僕は筆談でこう書いてみせたら、まあ、非常に冷静な方で、そう言われてもシフトがあるんでって言われて、だけどもう本当にそれぐらい優しい方で、退院してちょっとすぐ直後、その方をイメージして書いたんですけども、そんなことがあって、すごく支えられた。支えられたんです。っていうことですね。そう。それでね、一般病棟にね、移ってからね、この方がね、一般病棟に面会に来てくれたんですよ。で、その ICU にいた時は、ちょっと僕も、もういっぱいいっぱいでこう涙流して泣いちゃってっていうのが、ちょっとやっぱり一般病棟に戻ったら冷静になって、そんな状態でこうあったら、なんか妙にこっぱずかしくて、で、向こうはすごい中村さんみたいに来てくれたんだけど、こっちはなんか妙にこう、そっけない態度になっちゃって、その説はお世話になりましたみたいな、そんな感じになっちゃいました。はい。で、あとね、もう一個これ書いたこれ、はい。これも、自画像の自我がこの、自我、アイデンティティの自我になってますが、ちょっとこれ、誇張して書きましたけども、まあ、こんな感じだったですよ。もう首が傷だらけで、なんかね、それをね、絵に残しておきたくてね、なんかね、描きましたね。なぜかこんな絵を。後ろはキリンさんですか？これはね、いや、これは、なんかね、本当にね、全身麻酔から覚めた後に、ちょっと変な夢を見てね、夢に出てきたんですよ、なんかこんなのが。なんだかよくわかんない。そうそうそう。そうなんですね。そうなんです。そういう夢に出てきたキャラクターですね。そう、キャラクターです。はい。そうなんです。はい。はい。そういうね、絵も描かれていってっていう風な形で、その中でこう下がっていくのが、一人の生活が不安だと。そう、本当に、家族がいないというのは非常に不安で、家族の支えがない。で、もちろんその友達とかが助けてはくれたけれども、やっぱりその一人で家に帰って、やっぱりまだこの飲食とかがうまくいかなくて、物食ってても、なんかうまく飲み込めなかったり、むせてブワーッと吐き出しちゃったりとかすることがたびたびあって、
あと、その夜一人で寝てる時にも、なんかこう、いつ呼吸が止まるんじゃないか。呼吸がすごく、前より苦しくなって、首をこう、常にこう、ギューって締められてるような苦痛があって、なんかそんな状態で、一人で寝起きしている時間が非常に辛くて、なんか、ちょっともう本当気持ち的には落ち込んでましたね。そうですよね。その生活が不安な中、そんな中少し上がっていきます。それが、上がってんの再発でそして手術されていく。再発手術。これなんで上がったんでしょうね。上がったというか、プラスマイナスゼロ。プラスマイナスゼロって意味かな。再発したんですよ。案の定、先生から再発のリスクはあるだろうなって言われて。だけど、割と早い段階で見つかったんで、この時は本当にもう数時間の短い手術で、はい、済みました。だから、再発自体は、良くないことですけど、早く見つかって。そうですね。そう。比較的、そんな、低くいかなくて済んだことです。で、あれですね。で、実際家で一人でいるよりも、むしろ病院に入院してた方が、いっぱい人もいるし、なんかちょっと気持ち的に前向きになれるみたいなところもあったんですかね。そういうこともあってっていうことですね。そう。はい。再発ね。だからそれで手術して、またこれは、これはね、なんか口からの手術で、喉の、同じところにできたんですけれども、そう。取っていってということなんですね。はい。その後、次はこちら。再発そうなんです。手術していく。そうですね。だから、退院した年の4月が再発で、また6ヶ月後、10月に再発。で、この時も、早く見つかったんで、こんなに早いペースで3回も再発するのかというショックはあったけれども、早い段階で見つかって、なんとかそれで、はい、無事に手術は終わりました。再発ちょっと、聞きたいんですけど、腸を移植されてますよね。はい。腸のとこに移植したとこにできるってことなんですか？いや、じゃなくて、癌を割と、最初の癌が大きかったんで、ざっくり取ったんだけれども、取ったこの周りの裾野のところが、まだちょっと取り切れていないところがあって、そこが癌化したみたいな説明を受けましたからね。そうなんですね。じゃあ腸のところは無事と思いますよ。はい。そっか。で、それで再発あって、まだ、すぐ治療できたっていうところで、そうですね。はい。吸い込まずにということで。はい。そこからちょっと上がっていきますが、トークイベント登壇。これがですね、いろいろお世話になっている方に、皆さんに僕、癌になったみたいなご連絡をしたんですけれども、そんな中で、ちょっと僕のある先輩の役者さんが僕に連絡をくださって、コント赤信号の、小宮さんという方、今役者をやっている方なんですけど、が、昔からお世話になっている先輩なんですけど、ご連絡をくださって、で、小宮さん自身が、奥様を乳がんで亡くされていて、で、そんなこともあって、で、今度二人でがん関係のトークイベントをやらないかって誘ってくださって、で、誘われて、で、小宮さんと二人で、トークイベントをやったんですよ。で、小宮さんっていうのも、お笑い出身の方ですから、そんな深刻な話はしないで面白おかしく、で、僕も入院中の、面白いエピソード、入院中って本当にね、今だから言える、面白いエピソードっていうのは本当に山ほどあって、ちょっとここでは話せないようなことも、先生がもし聞いてたら怒られちゃうような面白いエピソードがいろいろあって、で、そんな話を面白おかしく、トークイベントとして、やりました。はい。そんなトークイベントを実施されて、登壇されて、その後にも、
朗読ユニットでそうです、そうです。講演をされる。で、それで、なんでしょう、火がついたというか、そのイベントに誘われたことがきっかけで、なんだろう、朗読。要するに僕、声を本来、声帯も含めて取っちゃうはずだったのが、今こうして舞台に立てているのは、きっとこれは神様がもっともっと喋れということで、声を残してくれたんだなということに、そのイベントをやって気づきまして、だったらもっと声を使う何か表現ができないかと思って、で、朗読公演をやり始めましたね。はい。朗読公演をね。そうです、そうです。はい。で、公演をやり始めて、そんな中、はい。また再発。これがね、そうです。これがだから、3年ぶりかな。だからその前回の再発から、そうです。その2年か3年何もなかったんですよ。で、このまんまもう大丈夫だなと思ってて、で、5年でだいたい寛解と言われてるんで、もうあと数年だなと思ってたところで、また数年ぶりに再発が見つかってしまって、で、もうあと何年かっていうのが、ここでまたリセットされちゃって、ここから5年かとかいう、ちょっと落ち込んでしまったんですけども、それも幸い早い段階で見つかって、それも簡単な手術で取れたんですけども、まさかね、これで、もう再発はしないだろうと思ってたところで、また再発してしまいました。はい。やっぱこの3回目の再発になった時は、気持ち的にはフラットにはいてくださるんですけど、やっぱり揺らぎというか、そういうのありました？そうですね。なんか、まだ再発しちゃうのか、みたいなちょっとショックはあったけれども、ただもうこの頃は割と、癌に対して向き合う覚悟というのが前よりもできていたので、なんかそういう意味では、ショックはショックなんだけれども、ちょっと気持ち的には、前よりは楽だったというか、意外とね、このね、3回、4回も入院してると、入院がね、楽しくなってきちゃう部分とかもあったりして、なんかね、もう、同じ病院にもうね、4回も入院してると、もうそこがもうね、勝手知ったる我が家、もう懐かしい、なんか実家に戻ってきたみたいな懐かしさがあったりして、で、本当にね、おかしなもんで、入院する前の日とか、荷造りしてんだけども、なんか遠足に行く前の晩みたいな、なんかそんなテンションで荷造りして、なんかね、なんかちょっと変な感覚なんだけども、なんかそんななんか楽しみもあったりして、なんかその頃は、だからそういうふうに現状をちゃんと受け入れて、それを楽しむ、なんかそんな余裕も出てきていたのかななんて思ったりします。ホームみたいなね、形で、ね。そう。こんな中でロボット手術などで、今回はね、そうですね。今までの手術はまた違う。なんかこの数年間の間に技術が進歩したらしくて、ロボット手術ですって言われて、なんかよくわかんないですけど、なんか先生がこっちで手を動かすと、なんかロボットが勝手に手術してくれるみたいで、なんかそんな感じで。自然って。その後ちょっと下がってるんですよね。それがこちら。はい。お母様。これがね、本当に、ちょっと未だにちょっと引きずってる部分もあるんだけども、去年1年前に母が亡くなって、で、家は普通に嫁さんと2人だったんだけど、その嫁さんが出てって1人で、で、唯一の肉親である母は、ずっと老人ホームに入っていて、その老人ホームに入っていた母が、亡くなってしまったっていうので、ちょっとね、かなり落ち込みましたね。そうなんですね。そういったね、唯一の肉親と言ってもそうです。唯一の肉親ですね、本当に。はい。で、そこからね、上がるのはこちら。やっぱりね、朗読の講演が、なんだかんだで自分の今、大きな支えになっていて、
で、そのちょうど母が亡くなった年に、第10回目の公演があったわけですよ、朗読の。で、これが本当まさかね、その10回も続くと思ってなくて、朗読公演が。最初のうちは癌になって、その声を失いかけたことがきっかけで始めた公演で、最初は本当それこそ知り合いが、中村がその癌になって声を失いかけたけど、また戻ってきたからちょっと見に行くかみたいな感じで見に来てくれたり、逆になんかあいつ癌でも今見とかねえと死ぬぞみたいな感じで見に来てくれたりとか、なんかそんな感じでいろいろ見に来てくれたんだけれども、それが徐々に結構癌のネタで引っ張ってたみたいなところもあったんだけども、それがなんか最近は割とそんなこと抜きで、作品自体が評価されるようになって、ちょっと変な変わった朗読劇をやってるもんで、そういうのが評価されて、で、この第10回目の公演も、おかげさまで、満席となって、大好評のうちに終わり、そして、今が次の、次の公演が、早速、告知をしていいですか？どうぞ。はい。どうぞ。私この、賢樹派リーディングアクトという、朗読ユニットを主催しておりまして、で、2月の、6日から9日まで、アトリエ三軒茶屋で、プロセルピナというこのね、不思議なちょっと朗読劇をやります。で、これがですね、原作が一応江戸川乱歩の屋根裏の散歩者、それから江戸川アランポーのアッシャー家の崩壊、それから黒猫っていうそんな小説を一応原作にはしておりますが、かなり脚色をしてですね、これがまたちょっと変な不思議な、摩訶不思議な朗読劇をやっております。で、出演がこれがですね、もう、小劇場界では、名だたる、宇鉄菊蔵さん、北沢紗恵子さん、あゆみさん、それから、先ほどもお話ししました、コント赤信号の小宮隆康さんという、このね、5人のメンバーでお送りしますので、よろしければぜひご来場ください。賢樹派リーディングアクトで検索していただけますと、予約フォームが出てくると思いますんで、ぜひご予約の上ご来場いただけると大変嬉しく思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。こういうね、朗読劇もこう続けられてきて、という風な中村さんでございました。中村さんね、ちなみに手術した後のお写真もいただいておりますので、こちら。これね、そうだ。で、手術した後は、僕ね、すごいですね。なんかこれ、復活とか生命力とか生きるとか書いてありますけど、本当にやっぱ首傷だらけで、やっぱりこれが見られたくてなくて、ずっとなんか首にね、マフラーとかね、布を巻いて隠してたんだけども、なんかもう、ある時からもう、めんどくさくなっちゃって、で、もう何にももう巻かずにさらけ出して、で、ある時期からなんかね、今もこのでっかいまだ傷跡があるんだけれども、これをね、なんか逆に人にもう見せつけてやりたくなってきて、これどうだ、俺のこの勲章だぞ、生きてる勲章だ、みたいな感じで、割とね、これがね、気に入ってんですよ、この傷跡が。はい。で、もうなんか隠すことはもう一切しなくなって、もうそのまんまでもう、今はやっておりますね。はい。もう隠すことはなく。ないですね。逆に見せつけるぐらい、ね。見せつける。そんな、中村さん。ただ当時はちょっと隠していたけれども。そうですね。当時はね、ちょっとね、なかなかね、傷跡が消えなくてね、当時は本当に。はい。そんな中村さんなんですけど、ちょっとここからですね、項目にちょっと区切ってお伺いしていきたいなと思います。一つ目がこちらなんですけれども、病院や治療の選択といたしまして、病院どのように選択したの、治療どのように選択したのっていうところですけれども、先ほどもね、お話しいただいたように、やっぱもう、病院でね、ステージ3だってステージ4の、もう、癌ですって言われて、全摘しかないですっていうところから声を残すといったところですね。そうですね。そのサードオピニオンに行こうと思ったその病院を探すときも、探したのこれもう自分でインターネットで調べて、決めましたね。癌の専門病院に行こうと。そうですね。はい。で、それで治療方法も、知らない方法も。あったけれども、なんかもう、先生自身が、もう手術一択みたいなニュアンスでお話をされていたんで、
まあまあ、この先生を信用しようと思って、はい。まあ、手術、ただまあ、声帯を残すと。そうですね。ただ、再発のリスクはあるということは言われてましたけど、はいもうそこも、まあ、だけども、まあ、先生も最終的に、まあ、やってみなきゃわからんということで、で、なんかやっぱり先生はちょっとなんかなんだろう、自分だったら声帯を残したまんま、あなたを助けてあげますよみたいな、すごいなんかオーラを感じたんですよ、僕は。その先生に。だからもうぜひこの人にもう身を任せようと思って。はい。そっか、最終的に、まあ3回再発されてしまうわけじゃないですか、その後。そこから見たら、あの時の選択はどう考えますか？いや、間違ってなかったと思いますよ。まあ、3回再発はして、今後も再発はする可能性はありますけれども、まあ別に早い段階で目をつめば、こうやって声は残せているのだから、っていう思いはあります。ただ僕はちょっと一個ね、すごくちょっと気にしているところがあって、やっぱり僕と同じようなね、状態でもね、まあ僕で言う最初に行った病院、セカンドオピニオンの先生の言うことに従って全摘出をしてしまった方もおられると思うんですよ。なんかそういうことを思うとね、自分が今こうやって声を残せていることを、あんまりこういうところでおっぴらに公表するのもどうかなみたいな葛藤もあったりはするわけですよ。なんかこんなところでこういう話をするのもどうかなと思うんですけれども、ちょっとね、そんな葛藤もあったり、はしますけど、そっか、まあ、セカンドオピニオン先でね、やっぱこう、そのまま、治療された方もいるから、まあけどそこに関してはあれじゃないですか、やっぱセカンドオピニオンされて、それでもまあ、全摘って言ったら、まあそこはやっぱ再発するの天秤をかけて、それでもう再発してない方もいらっしゃるでしょうから、まあそこは全然中村さんの、ね、どのようにやっていきたいかっていうのは大事だと思いますので、それは全然いいと思います。そうですか。もうそう言っていただけると、本当に助かります、本当に。次にこちらですね。辛かったこと、副作用や後遺症などといったところなんですけれども、ね。やっぱりね、まあ、飲食がやっぱり一番辛くて、食べたり飲んだりで、やっぱり喉詰まらせちゃったり、むせたりっていうのが一番、生活する上では、大変かなっていうのがあって、まあ今はだいぶ自分でコントロールできるようになったけども、最初は本当にもう食べてもすぐバーって吐き出しちゃったり、むせちゃったり、飲み込めなかったりっていうことがあって、で、ただまあ今もまあ辛いのは辛くて、常にこう、ペットボトルで飲み物を持ち歩いていて、なんかどっかで食べた時に詰まったらすぐそれで流せるように、飲み物は常に持ち歩いているようにしてるんですけど、でもたまにこうなんか忘れちゃう時とかあってペットボトル買うのが。で、この間も朝マックのモーニングセット、ハンバーガー食ってたら、もう喉詰まりそうになって、やばいってなって、で、ホットコーヒーを注文しちゃったんですよ。セットで。で、マックのホットコーヒーってめちゃめちゃ熱くて、で、この詰まったハンバーガーを流し込むのはこの熱々のホットコーヒーしかなくて、で、もう、やけどしそうになりながら、でも苦しいっていう、もう本当にもうね、そういう目に遭いました、辛い目に。うわまあ水ももらいに行きたいけど、そこも余裕がないですもんね、もう。本当にちょっと、飲み物は常備していないと、未だにね、ちょっとそういう目に遭いますね。だからまだそこのね、飲み込むとかそういったところ、そうですね。で、あとやっぱりね、同じとこ4回手術してるから、で、4回目の手術をした後に、明らかに前よりも呼吸が苦しくなって。そうなんですか。で、ちょっとそれ先生に相談したら、手術の時に、なんか、癒着して、組織が癒着して、なんか引き連れが起きて、それで苦しいんだみたいなことを言われて、で、まあ、それを、まあ、治すための手術もあるって言われて、でまだその手術はしていないんですけど、明らかにやっぱり呼吸が苦しくなって、
上を向いて、寝れない。寝るときは常に横向いておかないと、なんか窒息しそうになったりとかっていう、ちょっとそういう苦しさはあったりしますね。じゃあ、それはまた治療して治すかもしれない。かもしれないですね。そして次こちら、困った時の支え、何に支えられたかってところなんです。そうですね。やっぱね、今やっている、続けている朗読劇、今、あれが結構自分の支えというか、生きるモチベーションになっているというか、で、またこの家で一人だから、全然一人で喋らないんですよ、誰とも。だけど、その朗読劇の稽古をやることで、その発声がなんか、その声の発声のリハビリにもなっているし、やっぱり声出さないと、やっぱ声も出づらくなっちゃうんですよ。で、普段の生活ではもう家で一人だから誰とも喋んないんだけども、定期的にその朗読の稽古をやっていることによって、それが発声のリハビリにもなっているし、で、やっぱり稽古始まると、この出演者、スタッフが仲間が集まってきて、っていうことをやっていますんで、それが今、生きるモチベーションにはなっていますね。はい。ありがとうございます。はい。そして次、こちら。家族といったところなんですけれども。家族が、だから、いないんで、もう、募集してます。本当に。誰か、嫁に来てください。本当に。お母様がお亡くなりになられた後ありましたけれども、それ、お母様がお亡くなりになられる前までは、その癌のこととか伝えられたんですか？で、あんまりやっぱり心配はかけたくなかったので、癌とは言いませんでした。ちょっと喉の病気で手術をするみたいな話はしましたけど、それで知っても、そうですね、はい。はい。はい。そして、次、こちら。仕事っていうと、一応僕、天才中村スペシャルとして表に出ていますが、それ以外に、世を忍ぶ仮の姿で別の普通の仕事もしてたりするんだけれども、やっぱりあれですね、天才中村スペシャルで言いますと、やっぱり舞台に立ったり役者の仕事をしていたので、声を失うということには、ちょっとどうかなっていうのがあって、やっぱり声を残せたということは、非常にそれは今でも感謝しているし、そこは自分の治療法は間違っていなかったなと思ってますね。なんかそこの役者の、そうですね。はい。はい。自分としての自分っていうのをそうですね。はい。で、それで労働劇もね、今されてますね。そうですね。はい。はい。そんな中でちょっと、お金や保険のことなんですけれども、治療費などはどうされて治療費はね、ちょっと具体的な金額は覚えてないですけど、結構それなりにかかって、で、それは、もちろん保険にも入っていたし、なんとかなりましたっていうのは、やっぱり、施設に入っていた母が、多少、なんでしょう、僕名義で貯めておいてくれたお金を工面してくれたりとかっていうのもあったし、それで、なんとかなりました。はい。じゃあ、民間の保険も入られてました保険ももちろん入ってました。はい。お母様の、そうですね。はい。はい。それで全然、あれですか、今後再発とかあった時も大丈夫です。そうですね。なんか、あれが高額医療費がなんかね、今問題になってるじゃないですか、あれが。だからどうなるのかなという、ちょっと本当に再発しなければいいなというふうには思ってますけど、ね、もう考えてもしょうがないんで、それはもうその時になった時に、もうなんか考えようと思ってます。はい。そして次、こちら、工夫したことしていることとしまして、先ほどもおっしゃっていただきました、食べる時にね、飲み物を。そうですね。はい。
そうですね。うん。そう、やっぱり、うん。で、なんかね、食べるものも、その先生に言われたのは、まあ、柔らかいものを食えみたいなことを言われたんですよ。ただ、なんかまあ、そういうものしか食べていないと、本当にそれしか食べれなくなってしまうっていうことも言われたので、できるだけ普通のものを無理してでも食べるようには自分で心がけてます。なるべく硬い唐揚げとかね、そういうのね、あえてね。そっか、じゃあそういうものをあえて、食べて、はい。独自のそんななんかリハビリ的なことをやってます。何でも食べれるようになるように。これどうしてもこれはダメっていうのはあるんですか？これはダメってちょっとね、飲食とはまた関係ない話だけども、お酒を一切やめたんですよ。で、やっぱりね、酒はダメだと、それはもう厳しく言われて、で、僕、それまで毎晩お酒飲んでたんですよ。だけど、もうそれ一切やめましたね。酒はね、本当にね、酒もタバコも、本当にやめられなかったんだけども、一切やめましたね。だからなんかよく冗談で言うんだけど、やめられないって言ってる人に、癌になればやめられるよっていうふうに言ってんだけど、究極の。いや、本当にそうですよ。お酒一切やめられてっていうのも、そうです。はい。ということですね。はい。そしてこちら、癌になる前と後で変わったこと、何かありますかね？なんかね、なんかすごい生きているということへの、なんか実感がすごく強くなったというか、なんかすごい今まで見過ごしてきたようなすごい些細なこと、一つ一つになんか生きている実感を感じるというか、なんか本当に今日も空が青いなとか、そこに花が咲いてるとか、なんかそんなことを、なんか細かい一つ一つのことに生きている実感を感じ、なんか感謝をするようになったとか、あとなんかやっぱり自分で言うのも変だけど、ちょっと人に対して優しくなったとかって、なんかなんか今まで割と些細なことでイライラしたりとか、なんか並んでるとこに横入りされたり、すごいイライラとか。それはみんなイライラしちゃう。いや、でもね、なんかね、最近そうでもなくて、いや、なんかこの人も、なんかそこまでして横入りする何かよっぽどの急いでる理由があるんだ。どうぞどうぞ、みたいな。本当ですか？すごい。それはすごい。なんかね、それはすごい。なんか、そんな感じです。はい。まあ、そのね、心も広くなった。そうそうそう。そうですね。そうですかね。はい。そして、情報なんですけれども、癌の情報を、とか治療の情報だったりとか、そういったものをどこで中村さんは、キャッチしてましたでしょうか？もう、医師の先生からだけなのか、他のものを見たりとかしたのかです。いや、基本、でも先生と、それから病院のホームページと、あとね、本を何冊か読んだかな。病院が出してる本があるんですよ。で、そういうのを読んだりとか、そんな感じですかね。本と医療者と病院のホームページっていうところで、自分の癌のことだってとか、治療法を調べる。そうですね。はい。そして、こちら、あの時の自分へと言ったですね、これは癌の告知の時でもいいですし、治療の時でもいいですし、本当になんかなんかあの時の自分にこういったことを伝えたいなってものがありますね。まあ、今は辛いかもしれないけれども、いや、本当にね、僕思うのは、すごくマイナスな出来事があった時って、必ずその後に、それを覆すほどのプラスのことが起きるんですよ。だから、今辛いかもしれないけれども、それはその後何か大きなそれを覆すプラスの出来事が起きる
予兆でもあるんだから、まあ、今は耐えろと。その後、これは絶対報われるから。じゃあそれを、告知だったり、治療の時だったり、様々な時の自分に。そうですね、はい。ちょっと下がっている時の自分に伝えたい。そうですね、はい。そして、こちら。大切にしたいこと。今後、夢や目標でもいいんですけれども、夢や目標だったりだとか、あとは自分はこの、軸を大切にしていきたいな、みたいなものがあれば教えてください。そうですね。大切にしたい。なんだろうな。やっぱりね、今は、ちょっと、今言ったことと同じになっちゃうかもしれないけれども、やっぱり、何か自分の身に起きたことって、何かしら意味があると思うんですよ。どんなに辛いマイナスな出来事でも。で、やっぱり癌になっちゃったり病気になったことは不幸かもしれないけれども、そうならなければ、得られなかったものもたくさんあるわけだし、癌になったからこそ得たもの、出会えた人とか、もちろん岸田さんもそうですよ。病気にならなきゃ会えなかったわけだし、っていうことはたくさんあるので、やっぱりあとそういうマイナスな出来事にぶち当たった時は、なぜこうなった、これには何かしら意味があるはずだ。自分がこうなったのは。何かここから自分は、得るはずだ。得なきゃいけない。という思いを、やっぱり大切にしなきゃなと思っております。はい。この自分がなったこの意味っていうのを考えていくことそうですね。はい。中村さんが癌になった意味っていうのは、今から振り返ってどう思われますか？そうだな。やっぱり癌にならなきゃね、自分がこうして、朗読の講演を主催して始めることもなかったし、もちろん今一緒にやっているメンバーと出会うこともなかったし、っていうことを思うと、やっぱり、神様が一つそこで表現者として、もう一つ上に行くチャンスを与えてくれたのかな、という思いはありますね。もしこれが癌にならなかったら、なんてことを別に考えてもそれは意味がないんだけども、ならなかったらならなかったでどうだったかなと思うと、ただ単に惰性で流れるままダラダラとやっていっちゃったのかなと思うと、そこでそうじゃない、もう一つ上に行くチャンスをくれたのかなみたいな、そんな感じです。はい。ありがとうございます。はい、ここからですね、ちょっと少しインフォメーションを挟ませていただきます。がんノートですね、がん経験者のリアルな生活というですね、今まで、語ってくださった経験者さんたちの、工夫などコメントがですね、本にもなっておりますので、Amazon やお近くの書店でも見てもらえたら嬉しいなということを思いますし、また、見るだけじゃなくて聞くといったところで、オーディブルや各種音声媒体でもありますので、もしよかったらチェックしてください。そして、ここまで見てくださっている方はですね、チャンネル登録してくださっている方もいらっしゃるのかなと思うんですけど、もしまだであれば、ぜひチャンネル登録だったりとか、あと高評価やコメントなどいただければですね、やっていく励みにもなりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。また、出てみたいなと思われる方を、出演応募フォームといったところがですね、がんノートの、ホームページにもありますので、こちら見てほしいなと、ここから、応募してほしいなと思いますが、中村さんもここから、そうですね。はい。私、ここから応募しました。はい。はい。がんノート何でお知りになったんですか？私の SNS で繋がっているがんサバイバーの方が以前出演されているのを見て、はい。それで知りました。はい。ありがとうございます。こうやってね、つながりが、はい、素晴らしいね、ご縁を生んでいますので、もしよかったらまたね、こちら応募してもらえたら嬉しいなと思います。そして最後にこちらメッセージとなるのですが、中村さんからこんなメッセージをいただいております。現状を楽しむです。やっぱりね、病気になったりっていうことは、
不幸かもしれないけれども、まあ、そこから、何かしら、まあ、さっきも言いましたけれども、なぜ自分はこうなってしまったのか、こうなったことの意味を見つけ、まあ、もし癌にならなければみたいなことはあんまり考えないで、今こうなったこの状況をいかに楽しむか、この状況の中でできるだけのことをとにかくやる、ということを、やっぱり皆様に僕はお伝えしたいと思います。はい。はい、現状を楽しむというですね、まあ中村さんらしい言葉と。そうですね。やっぱり、僕もやっぱりさっきも言ったけど、なんか入院したりすることが割と楽しくなったりとかしちゃうんですよ。で、なんか、なかなかやっぱり自分が癌になるで4回も手術するなんて、なかなかできる経験じゃないし、やっぱりそんな、なんか貴重な経験っていうと語弊があるけども、をしたんだからせっかくだからなんか楽しまなきゃみたいな、なんか、そういうふうに何事もポジティブにやっぱり考えることがいいのではないかななんて思ってます。はい。まあね、本当そうですよね。入院をね、なんかすごくワクワクする、ワクワクするって、なんか結構そういう人いるんじゃないかな。なんか、なんか、楽しいですよ、入院は。今日はご飯何かなとか、今日は看護師さん誰が来るのかなとか。いやね、そんな中村さんのね、言葉っていうのは現状を楽しむという言葉もいただいてね、もし皆さんもね、楽しめない時ももちろんあるかもしれないですけれども、こういった中村さんのように楽しんでおられる方もいらっしゃるよということだけでもしておいていただきたいなと思います。はい。こういう意味でね、配信を終了していくんですけれども、中村さん、ご出演されてみてどうでした？はい、楽しかったです。なんか、余計なこといっぱい喋っちゃったかなみたいな感じもしなくもないんだけれども、大丈夫ですかね？全然大丈夫です。いや、本当にまた呼んでください。もっといっぱいね、あるんですよ、ネタが。ネタがね。そうなんです。入院中にね、こんなこともあった、あんなこともあったみたいな、面白いエピソードとか、ちょっとまだ、ぜひ出演する機会があったら、話せる範囲で話したいと思います。はい。ね、放送コードに引っかからない範囲で。そうですね。冗談。本当に、気をつけます。はい。いろいろね、また本当そういった、いろいろネタもありますので、中村さんにもね、また今後も聞いていきたいなと思いますが、今日はね、これにて配信をね、終了していきたいということを思っております。すごいですね、俺キティちゃんが今見たら自分で。こんなキティちゃん着てる親父が何言っても説得力がなくて、もうすいません。いや、それはみんな思ってても言わない。ごめん、冗談です。はい。ね、すごく、今日もね、中村さんのお話、素敵なお話をいただきました。また皆さん、次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバーイ。バイバーイ。